これでわかるヒエロニムス・ボス。初期グランドル派ネーデルランドの画家。彼が生涯を送った時期はルネッサンス真っ只中。ちょうどレオナルド・ダ・ヴィンチと同じ時期です。とてもそうとは思えないほどボスの絵は全く違うテイストで独特です。シュールレアリスムの先駆者とも言われています。敬虔なカトリック教徒だったボスは、堕落した聖職者や人々を皮肉を込めて、また面白おかしくユーモアを加え描きました。いわゆる風刺画ですね。こちらの絵をご覧ください。主戦度の死。富を貯めることに異常な執着を持つ人を描いています。ベッドにいるこの人は臨終を迎えようとしているところ、死神が死をもたらす矢を向けています。ですが、目の前に死神がいても手はついこちらの悪魔が差し出すお金の方に向かっています。お金に執着し、最後まで欲を捨てられない様子。天使が声をかけても気づきません。その様子を上から悪魔が覗き見ています。手前にいる人は同じ人物で、一つの絵に違う時間が描かれています。こちら、溜め込んでいますね。キリスト教7つの大罪の中の貪欲を表しています。ちなみにこのような人間の欲と罪を描いた7つの大罪の動画もありますので、よかったらこちらもご覧ください。さて、どんな画家だったのでしょう。ボスの独特な世界を覗いてみましょう。1450年頃生まれる。資料が乏しく正確な年は分かっていません。本名、イェルーン・ファン・アーケン。生涯をスヘルトーヘンボスという場所で過ごし、ボスというニックネームを作品の署名に使うようになり、ヒエロニムス・ボスの名で親しまれました。代々画家の家系で、父、祖父、兄も画家という裕福な家に生まれました。ボスも自分の工房を持ち、親方として働いていました。王族や貴族からの受注に応じ、たくさん作品を制作しています。ボス高い語ですが、スペインのフェリペ2世はボスの絵画の熱烈な愛好者だったようです。1481年に結婚。妻のアレイト・ファンデンメールフェネは資産家の娘で、相続財産もかなりあり、生活は安定していたため、彼は自分が描きたいものを描く余裕があったようです。ボスの絵は人間の欲望や恐怖などを表しているものが多いのですが、それは彼が生きた時代の影響が大きかったと言われています。この時期は中世末期、東ローマ帝国がオスマン帝国に征服され崩壊し、西ヨーロッパ諸国はイスラムの脅威をより感じるようになっていました。混乱の中、悪魔や魔女の妄想が広がり、魔女狩りにつながります。イタリアではドミニコ修道士サボナローラが預言者として処刑されるなど、いろいろなことがありました。当時、ヨーロッパの人々にとって、世界の終末への不安や恐怖から人間の本性と向き合い、いかに生きるかを考えさせられる時期でもありました。ボスの絵は時代のニーズに沿ったものだったんですね。ただ、描き方は独特で、とても昔の絵とは思えないほど斬新でユーモアに満ちています。1516年66歳でこの世を去る。こちらの絵をご覧ください。快楽の園。ボスの代表作です。この作品の外翼パネルには天地創造が描かれています。ここを開くと3枚に分かれていて、エデンの園、現世、地獄となっています。エデンの園から見てみましょう。アダムとイブがいます。生命の泉から水があふれ、池を作り、いろいろな生物が暮らしています。現世、楽園から追放されてきた場所。ここでは素直に欲のまま生きている人たちが描かれています。快楽に満ち、7つの大罪でいう公職が感じられます。至るところに罪や性的なイメージのシンボルがあります。ちなみにこちらに赤い果実を取る男性たちがいて、罪が表現されています。アダムとイブが楽園を追放される元となった禁断の果実です。その実をマラカスのように使っているパターンも、なんだか愉快で楽しそうですね。右側は地獄。暗闇とカオスの中、拷問を受けています。快楽のはずの楽器が拷問の道具になっています。巨大なハープに女性が刺さって捕まっていたり、リュートの下敷きになった人のお尻に楽譜があり、
罪人たちが歌わされていたり、いろいろ気になるキャラクターがいる中、ひときわ目立っているのがこの方。ボスの自画像なのではという説があります。卵型の枯れ木のような胴体の中には怪物たちが住んでいます。とても祭壇画とは思えないようなキャラクターがいっぱいいますが、大人気だったようです。ボスの作品は宗教改革の影響から派生した偶像崇拝禁止などによってだいぶ失われてしまったようで、現在では約30点ほどしか残っていないそうですが、工房の後継者たちにはしっかり受け継がれています。また工房以外でもこの強烈で独特な世界観は後世の芸術家たちに大きな影響を与えています。中でも有名なのはピーテル・ブリューゲル。第2のボスと呼ばれました。では最後にボスの他の作品を見ながらお別れいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。